こんにちは。今回は、FCV が EV に勝てない理由について、考えてみたいと思います。EV と並んで、次世代のエコカーと言われる FCV は、全く普及していません。なぜ、普及しないのか。FCV に未来はあるのかを考え、FCV に夢を抱いている人の、幻想をぶち壊すことにしましょう。最初に FC、燃料電池の種類について説明します。現在、利用されている燃料電池には、主に PEFC と SOFC があります。PEFC は、固体高分子系燃料電池の略です。FCV で利用されているのは、この PEFC になります。PEFC のメリットは、温度が低いため起動、停止の速度が速く、小型軽量化ができます。デメリットは、発電効率が30から 40% と低く、触媒として高価な発菌が必要で、燃料の水素に一酸化炭素が存在すると、触媒の発菌が劣化することです。SOFC は、固体酸化物系燃料電池の略です。SOFC のメリットは、効率が約 60% と高い、一酸化炭素を燃料として使える、触媒に高価な発菌が不要な点です。デメリットは、温度が700から1000度と高いため、起動、停止に時間がかかります。日本では、両方のタイプの家庭用燃料電池が市販されています。続いて、FCV についての簡単な説明です。FCV は燃料電池で発電し、モーターの電力で走る車です。燃料電池は、反応速度が遅く、電池のように充電もできないため、アシスト用として、ハイブリッドに使われるバッテリーも搭載されています。現在市販されている FCV には、トヨタのミライとホンダのクラリティフューエルセルがあります。よく FCV の長所として言われているのは、このような点です。走行時に水しか出さない。長距離を走れる。ガソリンと同じ時間で充填ができる。水素は様々なものから製造できる。では、この点を踏まえて、具体的に FCV と EV を比較してみましょう。今回も、スペックの近い車種を探してみました。まず、FCV の代表は、トヨタのミライです。2014年に史上初の量産型 FCV として発売され、現在まで FCV での市場シェアはナンバーワンです。重量 1850kg。0-60マイル加速 9.1 秒。航続距離 502km。定員4人。価格57,500ドル。次に、EV 代表は、テスラモデル3です。モデル3は、テスラが2017年から発売を開始した EV で、発売前に40万台以上の予約が殺到するなど、注目を集めました。現在、アメリカとカナダで、納車が行われています。重量 1730kg。0-60マイル加速 5.1 秒。航続距離 500km。定員5人。価格57,000ドル。なお、ミライと価格を合わせるため、オプションとして EAP、エンハンスドオートパイロット、と FSD、フルセルフドライビング、を追加しています。ちなみに、OTA はオーバービエアーで、無線により、車両本体のファームウェアをアップデートする機能。サモンはスマホアプリで車両を移動させる機能です。それでは、それぞれのスペックを比較してみましょう。これを見ると、ミライは航続距離が互角な以外は、すべての面でモデル3に劣っていることがわかります。販売台数の面でも、アメリカでの販売数は、ミライは約3年で2944台ですが、モデル3は1年で38,617台とミライの12倍以上売れています。ちなみに、3000台は、モデル3なら3日分の生産台数に相当します。どうして差がついたのか。慢心、環境の違い。FCV にどんな問題点があるのか、その理由について説明していきましょう。簡単に言ってしまえば、EV の性能が劇的に向上したせいで、FCV の長所が失われてしまいました。FCV は、走行時に水しか出さないと言われますが、そもそも、EV は何も出しません。
静粛性の面でも、水素を反応させるためのポンプ類があるため、FCV の方が不利です。さらに、走行時に水が出るということは、氷点下では、水が凍るという問題が発生します。水が凍ると、水素と酸素を反応させることができなくなってしまいます。このため、現在市販されている FCV では、わざと効率を落として、発熱させることで、氷を溶かしています。FCV が EV に対して、必ず持ち出すのが航続距離ですが、これも現在では優位性はありません。確かに、開発が始まった当初、EV の航続距離は 100km 程度で、FCV が勝っていました。しかし、テスラが 500km 以上を走行できる EV を発売したことで、優位性が失われてしまいました。しかも、加速性能は圧倒的に EV の方が優れています。そして、航続距離と並んで語られるのが水素充填の時間ですが、EV が普及したことで、そもそもこの考え方が廃れました。なぜ、燃料補給の時間の短さが必要かというと、水素は専用の水素ステーションでなければ充填が行えないため、時間の短さが長所とされていました。しかし、EV は自宅で充電できるので、そもそも燃料補給のために、どこかへ行くという発想自体が時代遅れになりました。EV なら、寝ている間に充電ができるので、かかる時間は実質ゼロです。また、水素ステーションは4から5億円もかかるため、数もわずかですが、EV 用の急速充電設備は水素ステーションの100分の1以下のコストで設置できるため、日本だけで7000カ所以上あり、全国どこでも利用できるようになっています。ついでに、日本の水素ステーションは、設置されていても実質使い物になりません。一応、水素ステーションは100カ所あることになっていますが、そのうち39カ所は水素ディスペンサーを搭載した車両を使った移動式で、普段は車両がいないため利用できません。都内で多い JXTG は、営業時間が平日の9時半から17時までと、完全お役所状態で、会社に勤めている人は利用できません。また、安全基準の規制があるため、高速道路のサービスエリアなどには、存在しません。利用者が少ないため、一部を除き事前に電話で連絡しておかないと、準備に時間がかかります。価格は JXTG で 1kg が1000円ですが、これはガソリン車の燃費に換算すると、17.4km パーリッター相当のコストになります。これは、EV の2から3倍に相当し、お財布にとっては全くエコではありません。最後に、水素は色々なものから製造できるというのも、できるのと、実用的かというのは別問題になります。そもそも、水素は地球上ではほとんど単体で存在せず、水などの化合物として存在します。一般的に水素の製造に用いられる方法は、天然ガスなどを排出して水素を得る方法ですが、エネルギーというのは、変換すると必ず損失が発生するため、効率はどんどん悪化します。水素の利用方法として、太陽光などの不安定なエネルギーを水素に変換することで、蓄えられるというのがあります。確かに、20年前であれば、電池の性能が低かったので、方法の一つとしてはありでしたが、現在ではテスラパワーパックのような巨大蓄電池があるため、そんな効率の悪い方法を用いる意味はありません。また、水素は分子が小さいため、保存、運搬も極めて困難です。FCV で用いる場合、70メガパスカルに圧縮して体積を減らしますが、圧縮には膨大な電力が必要です。しかも、単純に圧縮してしまうと、ボイル、シャルルの法則により、断熱圧縮で高温になるため、冷却しながら圧縮しなければなりません。これらが全てコストに反映されます。そんなエネルギーロスだらけのものが、環境に良いわけがありません。この図は、ヨーロッパの NGO、トランスポート&エンビロンメントが発表したエネルギー効率についての資料です。最初のエネルギーから最終的に車が走る際のエネルギーになるまでのエネルギーロスを示しています。これによると、液体を燃料とするガソリン車の場合は 13%、FCV は 22% ですが、
EV は 73% と FCV の3倍以上高い効率であることがわかります。ここまでをまとめると、EV と比較して、構造が複雑で製造コストが高く、エネルギー効率が悪い上、エネルギー補給がとてつもなく面倒なのに、航続距離は EV 並みしかなく、ランニングコストも高いのに、加速が悪い。はっきり言って、これで普及する方がどうかしています。しかも、これらの問題は、燃料電池の本質的な仕組みに起因するため、どんなに革命的な改善がされても、余計な仕組みが一切不要な EV に追いつくことはできません。というわけで、結論として、FCV に未来はない。ご視聴、ありがとうございました。